私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は薬クソバイという言葉について考えてみましょう。米国の製薬会社メルクがコロナの経口新薬を発表して製造コスト 17.74 ドルが700ドル以上にという報道がありました。このビデオの用紙ですが、メルク新薬の価格が製造コストの40倍という報道がありました。そして薬クソバイの本当の意味は90倍についてお話をします。そして製薬には巨大な費用がかかるというお話もしましょう。そして感染症にはですね、酸化ストレス低減が非常に重要というお話もします。さてこちらが10月7日に出された報道で、メルク社が税金で賄われるコロナ薬を 4000% も値上げしたのは恐喝だと批判されている。メルクはモルヌピラビルの緊急承認を要請しましたが、コロナの軽度から中等度の患者にこの抗ウイルス剤を5日間投与すると、感染による入院の死亡のリスクが半分になるという結果が出たということで、これはもう非常に素晴らしいことですね。ただし、製造コストがですね、わずか 17.74 ドルであるにもかかわらず、患者1人当たり700ドル以上を米国で請求したということで、価格破壊をしているという非難を受けているということなんです。しかし、私個人の考えではですね、入院をして重症化して死亡するということは非常にコストのかかることですので、それが700ドルで半分になるというのであれば、私は医療経済的には意味があると考えます。さて皆様もご存知ですが、抗体カクテル療法が今年の8月から日本でも始まりました。そしてこれはですね、こちらに薬価が書いてあるんですが、入院してこれを投与すると大体17万円ぐらいかかるというような非常に高価な治療薬です。さて、薬クソバイの本当の意味を考えてみましょう。インターネットで調べるとですね、薬の売値はですね、原価の9倍もするほど高い。また、暴利を貪ることの例えと書いてあります。視聴者の中にはですね、山本夏彦さんというコラムニストの書かれた記事を覚えておられる方がおられるかもしれません。たくさんの著書と、それから週刊新潮などで長くコラムを書かれていました。私よく覚えているんですが、薬クソバイとは9倍の意味ではなく、そうだから90倍の意味だということを書いておられました。私はそれから薬クソバイは原価の90倍で売るんだよというふうに理解をしておりました。さて、とある医薬品のですね、個人輸入サイトを見てみましょう。この薬はコロナと全く関係ない病気に使われているものですが、1錠あたり135円という価格で売られています。なぜこの薬が安いかというのは、特許が切れていて、世界中でジェネリックで使われているということがあります。ですから、医薬品が最初出てきてもですね、医薬品の特許が切れるということは、こういうふうに安価になるという例です。さて、医薬品開発にどのくらいコストがかかるかというのを見てみましょう。これは日経新聞社が2019年の7月に出した記事ですが、認知症の予防は夢のまた夢ということで、2000年以降、製薬会社約30社は治療薬の開発に6000億ドル、約65兆円以上を投じてきたが予防に結びついていない。日本の国家予算の半分以上の65兆円以上を研究開発に使ったんですが、予防薬の開発ができなかったということで、研究開発には非常にコストがかかるといういい例だと思います。さてこちらは岡山大学が出しているプレスリリースですが、世界初の認知症予防を実現。認知症は酸化ストレス病を臨床試験で実証ということで、私の開発した抗酸化配合剤を人の軽度認知障害に対して投与して効果があったという例です。この抗酸化配合剤の開発にはもちろん何兆円というような巨額な費用はかかっておりません。
さて、コロナに負けるなということで、酸化ストレスを下げるというのが重要と考えます。禁煙、大量のお酒を飲まないこと、肥満、糖尿病のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効と私は考えています。こちらが抗酸化研究室についての情報です。